トイボールファクトリーです。今回は HGUC144 分の1ケンプファーをテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。ケンプファーは2008年8月に発売された結構古いキットで、0018ポケットの中の戦争に登場するジオン軍のモビルスーツです。第1話で活躍する姿がとても印象的でしたね。このキットも古いですが名作と呼ばれているようで、作るのが楽しみです。それでは作っていきましょう。皆さん、先行のハサウェイはご覧になりましたか？いやー、めっちゃ良かったですね。ブルーレイも買って何回か見たんですが、紫外線や最後のクスイガンダムとペーネロペのバトルがめちゃくちゃリアルで怖かったですね。クスイガンダムを黒く塗ったのは正解だったなと思いました。人物描写も細かくてすごく大人のガンダムという感じで満足できました。ギギのメンヘラっぷりはちょっとやばかったですね。クスイガンダムを作る時に事前に小説版を読んでいたんですが、ほとんど小説版通りで驚きました。しかし小説版のオチはかなり有名なくらい衝撃的なものですが、果たしてそのままになるのか、アニメオリジナルの世界線になるのか、続編が気になりますね。第1部が小説版に忠実だったので、逆に第2部以降をガラッと変えてしまうのではないかと予測しています。果たしてどうなりますか？めっちゃ楽しみです。第2部の公開日はまだ全く情報がないですが、今までのことを考えると3年後とかになるんでしょうか。長生きしないといけませんね。この興奮をプラモに叩きつけたいなと思うんですが、先行のハサウェイのプラモってメッサーとクスイを作ったので、残すはペーネロペだけなんですよね。ペーネロペを作るのはちょっと大変そう。あれはあんまり光沢映えしなさそうなんですよね。メッサーの指揮官用がプレ版で出たので、それもありかなと思うんですが、また同じの作るのかという気持ちになっちゃって、なかなか触手が動かない。クスイもランナーを見るとバリエーション違いが出そうな気配があるんですが、あのパーツ数をまた処理するのかと思うと、こっちもやっぱりめんどくさそう。いや待てよ、グスタフ・カールや消火器ジェガンもいますね。それだったらありかもしれない。まあ店頭で見たことないですけどね。入手困難すぎですよ。ハサウェイのことばっかり喋ってて、ケンプファーのことを忘れてましたね。武器だけでこのパーツ数、チェーンマイン一体いくつあるんだ。チェーンマイン、メタルガルルモンを作った後なので、抜群にテッカテカ塗装が入るキットを作りたいなと、積みプラの中にあったケンプファーを掘り出してみました。ケンプファーは最近再販されたみたいで、作っている途中にガンプラ売り場に行った時、ケンプファーの箱を持って塗料を選んでいる人を見かけました。関係ないんですが、なんかちょっと嬉しくなりました。何の気持ちなんでしょうね。ケンプファーはとても HGUC らしいキットで、フレームもなくシンプルな構造で作りやすく癒されます。その代わり武器がめちゃくちゃ多くて、ジャイアントバズ2門、ショットガン2丁、スツルムファーストも2本、さらにチェーンマインもついてて、本体がシンプルなのに武器を作るのがめっちゃ大変でした。まるでハリネズミのようですね。ということで完成。シンプルな機体だと思っていたんですが、ディティールが細かく刻印されていてハイディティールですね。まるでガンダムジオリジンのキットのような高密度感です。太ましいプロポーションと武装のゴテゴテ感がかっこいいですね。肩のパーツに合わせ目があります。これはまあ仕方ないかな。ジャイアントバズにも真ん中で合わせ目ができます。さらにショットガンも真ん中に合わせ目、シュツルムファーストも同様です。このふくらはぎのところにちょっと合わせ目ができますが、まあ今回は気にしない。ハンドパーツは銃の持ち手、普通の握り手が2つずつ、左手のみ平手がついています。プロポーションがいいのでポーズがしっかり決まる。背中のコテコテ感もかなりかっこいいですね。スラスターはいくつついてるんだ？
1234567891011個のスラスターがついています。頭は前後にスイング。首は干渉するものがないので自由に動きます。ある程度見上げることも可能。腕もある程度自由に動きますが、水平までは上がらないかな。腰は武装が邪魔ですが360度回転します。膝はスラスターのせいで曲がらず、プロポーションはいいですが可動は古さを感じますね。それではバラして表面処理を行っていきます。ガンダムさん、何かに目覚めそうです。さて、型のパーツ。アポジモーターが左右からの挟み込み式なので、ここを後はめ加工しないと塗装がめんどくさそうです。これはどうしましょうか。部分塗装でもいいとは思うんですが、他に後はめ加工する必要があるパーツもないので、遊びがてら後はめにしてみます。ニッパーでスラスターを切り取ります。余計な部分をニッパーでカットしてちょっと差し込んでみると、なかなか良さそう。グッと押し込むと中に入り込んでしまうので、これだと良くないですね。8割ぐらい差し込んだところで止めて接着してしまえば問題ないかな。ちょっとディティール感も増えるので一石二鳥ということにしましょう。今回は合わせ目を流し込み接着剤で接着してみます。もにょっと。これでいいかな。乾燥させてから後で表面処理と一緒に合わせ目を消していきます。小さな穴のディティール、ぶち穴ですね。これをピンバイスで穴を開けていきます。真ん中を狙ってできるだけ垂直になるように穴を開けて、これでいい感じですね。ディティールが深くなりました。ブレードアンテナの安全フラッグもニッパーでカット。これでシャープになりました。それでは表面処理を行っていきます。まずは400番から1500番のマジックヤスリでゲートアートを消していきます。ある程度磨き終わったらホビージャパンのフィニッシュプレートで光沢が出ているかどうかチェックしながら磨いていきます。これでテッカテカになったかな。だいぶいい感じにテカテカしていると思います。超高スクレイパーを装着して合わせ目部分をカンナ掛けしていきます。ある程度削ったら先ほどと同様にマジックヤスリで表面をヤスリ掛けして、さらに接着剤で埋まってしまった筋彫りを BM シータ金で彫り直しておきます。力をかけずに優しく。これでディティールが復活したかな。それでは楽しい塗装の時間です。まずは下地塗装から。タミヤのクリーニングブラシでパーツのホコリを払い落とし、さらに静電気を除去してから塗装を始めます。まずは塗りにくいところから塗装していきます。ある程度塗りにくいところを塗装してから全体に塗料を吹きつけていきます。最初の塗装なので若干透けたりしますが、重ね塗りすることで傷を埋めたりするので、この時点ではあまりこってり塗りすぎないようにします。もうこの時点でテッカテカですね。そしてもう一度塗装。どうしてもホコリが入ってしまうので3000番のスポンジヤスリでホコリを除去して、取れたかな。まだ取れない。これで取れたような。その上から EX ブラックを重ねることで傷を消していきます。めっちゃテカってますね。ありとあらゆるものが反射しています。薬ガンダムで失敗した黒塗装は一体何だったんだ。美しい黒塗装になりました。ミスタークリスタルカラーサファイアブルーを塗装していきます。エクシアやバルバトスの時に使った塗料ですね。グフカスタムの時は GX メタルダークブルーを使ったんですが、違う色にしたいなと今回はこのサファイアブルーを使ってみました。めっちゃいい色ですね。最高。エクシアの時はクリアコートをしなかったんですが、今回はクリアコートしてテッカテカにしていきます。ケンプファーのイメージとしてなんかこうキャンディー塗装でテカテカしたイメージがあるので、
クリアコートをした方がテカテカ感が強調されていいかなとクリアコートを重ねていきます。1周分塗り終えてから3時間ほど乾燥させた後にもう一度クリアコートをしていきます。この後コンパウンドで磨いていくのでクリアコートの塗膜を結構厚めにしておく必要があります。コンパウンドで磨きすぎてサファイアブルーの塗膜まで削ってしまうことがあるのでクリアコートを何回も重ねて塗膜を厚くしておいて防護しています。塗料1、溶剤3と薄めに希釈しているので重ね塗りしても塗膜は薄いんですけどね。最近分かってきたんですが、クリアコートのコツとして最初はあまりたっぷり塗らずにあっさり塗ってちょっとだけなし地にして塗料の量を徐々に増やしていくようにすると垂れにくくなるようです。クリアコートを3回重ねることでかなりの光沢を得ることができました。そして他の作業をしている間、丸2日ほど乾燥させておきます。もうこの時点ですんごいテカテカですね。装甲のパーツを乾燥させている間に他のパーツを塗装していきます。スラスターは EX ブラックで下地を塗装してガンメタルで仕上げていきます。メタリック塗装のコツはエア圧を可能な限り低くすること。エア圧を塗料を拭ける限界まで下げるとキラッとした光沢を得やすくなります。その他スフレームパーツや武器などはサーフェイスアイボブラックで下地を作っていきます。塗膜が強くなるので関節などにはこちらの方がいいですね。そしてメタルカラーアイアンで渋めの色にします。一時期入手困難になっていたメタルカラーアイアンですが今は買えるようになってるんでしょうか。丸2日間乾燥させておいた装甲パーツです。めっちゃテカテカですね。これでいいやん。しかし目指すは究極の光沢、スーパーカットコンパウンドポリッシュで磨き上げていきます。タミヤコンパウンド用クロスにコンパウンドを垂らしてそれをパーツ全体につけて丁寧に磨くことでツヤが少しずつ出てきます。力を入れないように優しく磨いていきます。この白い液状のコンパウンドが完全になくなるまで磨くのがコツだそうです。磨いているうちにコンパウンドの研磨剤が砕けることによってどんどん番手が細かくなっていくのだそうです。どうでしょう、テカテカになったかな。分かりづらいので磨いていないパーツと比較してみます。違いがわかるでしょうか。左側が磨いたパーツでパーツに反射している像がシャープになっているかな。右側のパーツに反射している像はぼんやりしているような。テカテカをはっきりさせましょう。スーパーカットコンパウンドフィニッシュをタミヤのコンパウンド用クロスにつけて磨いていきます。先ほどと同様にちょこちょこっと全体にコンパウンドをまぶしてこちらも優しく丁寧に力を入れずに磨いていきます。コンパウンドの番手を上げる前に中性洗剤でパーツを洗う必要があります。そうしないと前の番手のコンパウンドが残っていてそちらの番手で磨いてしまうことになるので注意が必要です。こちらもコンパウンドの白いものが見えなくなるまで丁寧に磨いていきます。だいぶ綺麗になりましたね。磨いている途中からでもテッカテカです。できるだけパーツの尖っているエッジなどを磨かないように気をつけます。エッジを磨きすぎて下地が出てきてしまうと台無しなので気をつけましょう。これでだいたい磨き終わったかな。さてどうでしょうか。違いがわかるでしょうか。左側の反射している像がはっきりしているのが先ほどより分かりやすくなったかと思います。右側の方は黒い影の部分のエッジがぼんやりとしていてカメラのピントが合ってないような印象があります。遠目で見たら分かんないですけどね。それではデカールを貼っていきましょう。明日のデカールの新作が出ていました。ニューロンラインデカールシルバー。青地にシルバーなら似合いそうですね。水に浸したスポンジの上にデカールを置いといて貼りたい場所にデカールのりを点付けバンバン貼っていきます。何回も言ってるんですがこの水を含ませたスポンジの上に切ったデカールを置いて次々にデカールを貼れるこの技法めちゃくちゃいいんですがこれを試してみた人いないのかな。
これね本当に超便利なのでみんなやってほしいと思ってるんですが、塗装のレシピやテカテカ塗装を参考にしたという人は結構報告があって嬉しいんですが、このデカールを貼る方法を試した人まだいないんですよね。めちゃくちゃ時短になるので試してほしい。スポンジの上にデカールを置いて数時間ほっといた後でもちゃんと貼れるんですよ。普通水につけっぱなしにしてしまうと糊が流れてしまって簡単には貼れなくなりますが、そんな問題もないので超おすすめです。誰か試してみて。それでは部分塗装を行っていきます。仕立てるからナルンオイルをへこんでいるところにちょ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 。続いてリードベルチャーを乾いているドライブラシ専用の筆にちょっとつけてティッシュにこすりつけて塗料を落とします。徹底的に拭き取ります。べちゃっとパーツに塗料がつくとドライブラシじゃなくなっちゃいますからね。そしてゴシゴシとパーツにこすりつけていきます。少しずつ塗料が残ることで陰影がはっきりしてきます。ご覧のように立体感がまるで違いますね。いいですね。続いてリトルビューターアーマーを塗装していきます。金色ですね。すねのスラスターは塗り分けが必要なんですが、マスキングでやるとちょっと大変かといって筆塗りでやると普通上はムラになってしまいやすいんですが、仕立てるカラーは何度かに分けて塗るとムラが出にくいです。厚塗りにならないよう少しずつ塗って完成。そのままだとちょっとフラットすぎるのでクリプテックアーマーシェードグロスで陰影をつけていきます。奥まった部分に塗装していくことで立体感がかなり強調されていきます。仕立てるカラーのシェード塗料はこういう立体感を強調するのにとても便利です。ちょっと雑になっちゃったけどそれも味。はみ出した部分をマジックリンで拭き取っていきます。まあ乾燥する前であれば綿棒で拭き取れるのでそれでもいいんですが、見逃すこともありますからね。これで綺麗に塗れました。ジャイアントバズのセンサー部がちょっと寂しかったのでスワロフスキーを入れてみましょう。20個入りで120円。思っていたよりもちょっと安いですね。水性接着剤のデコプリンセスでスワロフスキーを接着していきます。これデコプリンセス本来の使い方ですね。センサーのところにデコプリンセスを塗りつけてスワロフスキーを装着。押し込んで接着。そのまま奥まで入ってくれればよかったんですが、穴の大きさが少し小さかったようです。とりあえずこんな感じで。センサーの裏側に多分モニターがついてる表現なのかな。キラキラテープラピーミニを貼りましょう。5色入りでちょっとお得。アートナイフでラピーテープをカットしてモニターの端っこに角を合わせて貼り付けて爪楊枝で密着させていきます。角をはっきりと出していきます。角を密着させたらアートナイフで角に沿ってカット。アートナイフの刃はすぐに切れ味が落ちるのでこまめに刃を取り替えた方が作業効率がいいですね。さらに爪楊枝で密着。これでセンサー部のモニター表現ということにしましょう。キラキラしてますね。ちょっと賑やかになったかな。さらに再びデコプリンセスを爪楊枝につけて頭部のセンサー基部にちょっとつけてスワロフスキーを貼っていきます。本来はセンサー部の表現はシールなんですが、それだと寂しいですもんね。別売りのクリアパーツを使うのもいいですが、裏にメタリックテープを貼ったり一手間が必要なのでこっちの方がお手軽かもしれません。1個6円のスワロフスキーを貼るだけでこんなキラキラ表現、ちょっと少女漫画チック。それでは丸1日乾燥させた明日のデカールのニス部分を剥がしていきます。前回のメタルガルルモンへのコメントありがとうございました。テカテカでもガンプラでもないといういつもと違う動画だったんですが、思ったより再生されて驚きました。
シタデルカラーの使い方が参考になったという方もいて、やってよかったですね。シタデルカラーはとても使いやすくていいんですが、色の名前や使い方が分かりづらいので、また時々シタデルカラーを使った動画も作っていきたいです。ニス部分を剥がすのめっちゃ気持ちいい。デカールの乾燥時間を長く取ったことで、ほとんど失敗なく剥がすことができました。クリアコートも乾燥時間を長く取ったことで、かなりいい光沢が出ていますね。スサノをコンパウンドで磨いた時に曇ってしまったのは、もしかすると乾燥が足りなかったせいなのかな。ということで、全てのパーツが整いました。並べていきます。ある程度組んでるとはいえ、パーツが少なくてシンプルで、いい意味で HGUC らしさがありますね。ポリキャップ硬い。全体的にポリキャップ硬めでした。古くなってたのかな。この足のテッカテカ最高じゃないですか。よく見るとわかるんですが、各部にメタルボールを埋めたり、部分塗装もいろいろ追加してます。本当は制作過程を全部お見せしたいですが、動画が長くなってしまうのではしゃっています。めっちゃいい光沢。各部に貼り付けた明日のデカールもいい感じですね。なんとなく未来のレーシングカーっぽさもあります。シルバーという割にはただのグレーに見えてしまって、ちょっともったいない感じもあります。ミラー調のデカールとかあるといいな。よりテッカテカになりますよね。武装を取り付けて、ハリネズミ再び頭部を取り付けて、これで完成です。めっちゃテッカテカ。すごく重たそうに見えますね。色がちょっと紫がかっているような感じもあります。お目目パッチリ。スワロフスキーもありですね。いや、これなんだか未来っぽい感じでシュッとしてますね。グフカスタムと比較してみます。青色がだいぶ違いますね。グフカスタムは GX メタルダークブルーを使ったんですが、こんなに印象が変わるとは思っていませんでした。ケンプファーのディティールの細かさが際立っています。かっちいい。これはグフカスタムの光沢を超えたかも。いや、これはなかなか良い光沢です。いや、また一歩究極の光沢に近づけたかもしれません。ということで、HGUC144 分の1ケンプファーをテッカテカに塗装しました。ミスタークリスタルカラーのサファイアブルーを使ったことで、重厚かつ未来的な青色をまとった機体に仕上がりました。クリアコートの乾燥時間をいつもより長く取ることで、コンパウンド作業もうまくいき、より深い光沢を得ることもできて満足です。ということで、 HGUC144 分の1ケンプファーのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。やっぱテカテカは最高。